はい、今回はビチュアプロという XR グラスについての話をしたいと思います。XR グラスって VR ゴーグルとはまた違うし、XR グラスにも様々な種類がある。特にビチュアはエンタメを強化した全部入りのデバイス。作業だけでなく動画視聴やゲームとできることも多いのですが、やっぱり難点はあるのですよね。まあ最近では X リアル1も登場したってことで、またちょっと XR グラスの話も変わったと思ってるし、その辺を含めこのビチュアプラを使い続けて気づいたことについて話をしたい。ちなみに今回この製品はビチュアさんから製品提供していただいているのですが、そんなことはお構いなしにレビューしたいと思ってますので、そんな私を疑い深く見ながら楽しんでいただけると幸いです。はい。それではまず、ビチュアプロ XR という製品の話に行く前に、XR グラスがどういうものかって話からしたいと思います。かくいう私は最初 VR っぽいものだと勘違いしていたんですけど、VR デバイスは全くの別物なんですよね。メタクエストを筆頭とする VR ゴーグルに比べると、視野角は圧倒的に狭く、画質もだいぶ劣るということ。解像度だって XR グラスはフル HD 解像度程度。この時点で表示領域はだいぶ限られるわけで、VR のバーチャルデスクトップやイマースドみたいに広い空間で作業するみたいなことはできないのです。そもそも VR のような空間認識機能はなく、6ドフにも未対応、ディスプレイに近づいたりってことも不可能です。あくまで一定距離に浮いたモニターを見るだけであり、迫力ある立体映像を体験したり、仮想空間の中を歩き回るといったことは当然無理なのです。しかも XR グラスってバッテリーや OS を内蔵してないから単体では動作しないんですよね。スマホとかパソコン、ゲーム機に USB ケーブルをつなぐことで映像が出せる。要は映像出力がメインのデバイスなわけです。そしてこの XR グラスって VR よりも後発。作るメーカー自体も結構限られています。老舗が中国の X リアル。新鋭メーカーが今回紹介するアメリカのビチュア。あとは中国のロキットや TCL。アメリカのリアルウェアもありますが、X リアル、ビチュア、ロキットの3社くらいに絞られると思ってますし、現在消費者向けでトップクラスの性能を誇るのもビチュアプロと X リアル1。この2択になるかなと。とはいえ、両方とも解像度はフル HD 程度であり、視野角も4、50度くらいしかないというのは先ほど申し上げた通りです。実際、X リアル1もビチュアプロも画質においては差はほとんどなくって、どちらも小型モニター並みのスペック、言うほど大画面ではないのです。例えば X リアル1は最大367インチという話なんですけれども、視野角はたったの50度ですからね。この大画面を視野に入れるためには10メーターくらい離れないといけないわけで、まあ言わずもがな、とんでもなく小さくなるのはご想像の通り。どちらかといえば1メーター先の 36.7 インチの方が適切であり、実際のところは20インチ程度のディスプレイが手の届くところに浮いているくらいの感覚といった方が近いでしょう。ただですよ、この20インチ程度のディスプレイが浮かせられるってことが素晴らしいのです。XR グラスの何がいいのかっていうと、圧倒的に軽くて超コンパクトに持ち運べること、これにつきます。装着する際も VR ヘッドセットみたいに頭をがっつり覆うわけじゃないから、身につける手間もないし、体への負担も少ない。髪もぐちゃぐちゃにならず、メイクも崩れない。身なりを気にせず、さっとかけてケーブル挿すだけで映画やゲームが楽しめる。とにかくめんどくさくないってことが最高なのです。VR と比べると映像が微妙とも言いましたが、小型ディスプレイとして割り切ってしまえば映像は十分綺麗であり、モバイルモニターの代替品として考えると分かりやすいとも思っています。モバイルモニターより断然軽量で設置する場所もいらない。電源ケーブルも不要だし省電力。そう考えると結構使いどころがあるんですよね。というわけで XR グラスは大画面ではないし、作業にもあんまり向かないというのが前提。どちらかというとエンタメ向きということを理解して、ビチュアプロのメリットデメリットへ続きたいと思います。はい、それではビチュアプロを使って気づいたメリットについて。まず一番大きなポイントが、ビチュアプロには度数補正ダイヤルがあること。マイナス5ディオプターまでなら矯正できるからメガネなしでも使える。これがメガネユーザーにとってかなり便利です。マイナス5ディオプターって一般的に言うと裸眼視力で約 0.05 から 0.1 くらいの人。中程度の近視の矯正ならダイヤルを回すだけで対応できるのです。メガネもコンタクトもなく、そのままさっと使えるわけで、お風呂上がりにそのままかけて、お布団に入って寝落ちしたりもできる。裸眼でもピントが合わせられるってことが素晴らしいのです。
ダイヤル調整式ならわざわざレンズを作る費用や手間もないし、家族や友人とシェアするときもくるくると回すだけで調整できるのです。メガネでレンズ交換しまくってる人ほどこの手軽さを分かっていただけるんじゃないかなと。注意点としては、乱視や遠視には対応してません。あくまでできるのは近視の矯正のみ。乱視や遠視を矯正する場合は、別売りインサートレンズを購入する必要がありますので気をつけてください。はい、続いてのメリット。ビチュアには専用アプリ、スペースウォーカーがあり、これを使うことで XR グラスをより快適に操作できるようになっています。スペースウォーカーは iOS、Android、Mac、Windows に対応しており、スマホアプリではスマホをリモコンとして使えるようになります。これ何が便利なのかって、スマホの操作ってスマホを見ないと操作できないんですよね。専用アプリを介することで大画面越しに操作をできる。手元と画面を行ったり来たりする必要がない。スマホではポインター操作だけでなくトラックパッド操作もできる。ログインとか文字入力が必要になった場合はキーボード入力が勝手に出てくるのも素晴らしい。まさに家でスマートテレビを操作しているような感覚ですね。Fire TV や Google TV を操作しているイメージに近い。しかもこれ面白いなと思ったのが AI 処理で写真や動画を自動的に 3D に変換する機能があるんですよね。例えば YouTube の場合、右下の方にあるプレイヤーで再生、没入型 3D を選ぶことで 2D の動画を 3D に変換して再生してくれるのです。あくまで AI 処理によって 3D 動画が作られているので、3D 向けに作られた専用コンテンツに比べれば劣るのですが、思っていた以上に 3D で結構浮き出てる感じがあるんですよね。あと、ミラーリングと違って映像がグラス側だけに表示されるのもいいんですよね。スマホに映らないことでプライバシーも守れるし、DRM 制限に引っかかって動画が再生されないみたいなトラブルも避けられる。多くの動画配信サービスって外部ディスプレイに対してコンテンツ再生を制限しているんですよね。表示される映像を専用アプリで制御することで、Netflix や Amazon プライムが見れないなんてこともない。というのも私の XDR1 では Netflix が再生できないっていうトラブルが発生中。これ解決する方法を知ってる方いたら教えてください。ちなみにエラーが出てるのは iPhone 15 Pro、iPad mini でも発生中。OS も XDR も最新版にアップデートしてますけどダメ。Galaxy や Pixel では問題なく再生されてるんですけどね。はい、続いてのメリット。ビチュアプロは XR グラスを快適に使うためのオプション製品が豊富であり、それらと組み合わせて使うことにより、より便利に使えるようになります。中でもビチュアプロモバイルドックがとても良かったです。Nintendo Switch をフル活用するために設計されており、これ単体で Nintendo Switch をテレビモードで起動できるのです。これがとにかくすごい。本来 Nintendo Switch って直接 USB-C ケーブルを挿しても映像出力されないんですよね。テレビモードに入るためには 15V2.6A 縛りの純正アダプタからの給電が必要であり、USB ハブだけでなくこのアダプタも用意する必要があるのです。アダプタにはコンセントが必要であり、コンセントが近くにないと起動もできない。それがビチュアプロならこのドック一つだけで対応できてしまう。13000mAh のバッテリーも内蔵しているから、コンセントもいらないし、最大19時間までプレイ時間も伸ばせるという、ボトルネックを解消しつつ、使うメリットもちゃんとある。とてもよく考えられている製品だなと、ちょっと感動しました。さらに、2つのビチュアプロをこのドックにつなげば、同時に2人で大画面も楽しめる。どちらも大画面の真正面でプレイできるし、もちろん2人で一緒に寝っ転がってプレイもできるのです。まあ2台のビチュアプラで遊ぶかどうかは置いといて、スイッチの画面が2台のデバイスに映像出力できるってすごいなと。あと、このモバイルドックには HDMI ポートもあるので、HDMI 経由で何でも対応できるのも素晴らしい。プレステとか Fire TV とかブルーレイプレイヤーとか、HDMI があるなら出力できないデバイスもなくなるわけで、何でもかんでもビチュアプロで視聴できるってのも面白いなと思いました。ちなみに XReal1 でも使えるかと思ったんですけど、接続してみたところ映るものの色味がおかしくて使い物になりませんでした。モバイルモニターとかもつなげてみたんですけど、こちらは映らなかったですね。あくまでビチュア専用のドックとして機能するみたいでした。はい、続いてのメリット。別売りのビチュアネックバンドを使うことで、ビチュアプロがスマホ不要で起動できるようになります。このネックバンドには Android OS が入ってるから、スマホなしで動画やゲームを起動できる。Fire TV や Chromecast を首にぶら下げてるみたいな感覚。ネックバンドを Wi-Fi 接続することで、Web から直接ストリーミング再生ができるのです。
これ結構便利でスマホを持つ必要がないからポケットがない状態でも使えるし、煩わしいケーブルともおさらばできる。ケーブルがどこに行ったってなることもなく、ケーブルが自分に絡まることもない。まさに手ぶらでうろうろできるので、このまま立ったり座ったり、トイレに行ったり、料理してみたり、そのままベッドインもできるのです。ネックバンドはバッテリーも内蔵しているから、スマホとバッテリーを区別できるのも良いですね。Android TV で使えるアプリにも一通り対応しているので、TVer や ABEMA、Unext や DMM といった日本の動画サービスもこれだけで再生できる。スマホでワイヤレス操作も可能であり、ネックバンドだけでも操作できるようになっているのです。Unext や DMM ではちょっと大人の動画も見れたりするし、DMM プレミアムなんて月額550円でファンザ TV も見れちゃうからねって話はあんまり深掘りしたらまずい気がしますので、概要欄にでも記載しておきたいと思います。まあレンズも半透明にできるし、ハンズフリーにもなるし、お布団でもぞもぞしてもケーブルは絡まないってのはとっても素晴らしいことだと思うのでした。はい、続いてのメリット。ビチュアプロは家でも外でも使いやすいデザインとなっており、フレームの質感も良く、全体的に高級感があります。サングラスのフレーム、ノーズパッド、メガネケースまでしっかりした質感で、この辺は X Real 1と比べるとパッケージや付属品から全然違います。X Real 1の方はフレームも光沢仕上げになっちゃってプラスチック感が強い。その点ビチュアプロはマットな質感でチープな感じがないかなと。ケーブルの脱着もマグネット式となっており、横向きにケーブルを取り付けられるのも大きな違い。簡単にケーブルだけ外せるってことで、引っ張って外せるし、外せば普通のサングラスみたいになる。まあ普通のサングラスかどうかってことは置いといたとしても、とりあえずケーブルがなくなるだけで、こいつちょっと変なサングラスしてんなレベルで馴染めるのです。私は飛行機に乗ることもそこそこあるのですが、座席に座ってから荷物をゴソゴソしたくないんですよね。搭乗前に暇つぶし道具を抱えた時に、ビチュアプロならサングラスかけたままでケーブルだけ外しておけばよい。降りる時もケーブルを引っ張れば良いだけ。落ち着いた頃に片付けられるってのも良いのです。ケーブルも横向きに出てるから、座席のリクライニングや寝転がっても枕に当たりづらいってのも良い。他社ではケーブルが後ろ側に出てるのも当たり前。この辺は X リアルやロキッドとの大きな違いだとも思っています。はい、ここからはビチュアプロを使って気づいたデメリットについて話をしたいと思います。ビチュアプロはパソコンにつないで3ドフでの画面固定やウルトラワイドディスプレイも使えたりするんですけど、作業用として使うにはちょっと厳しいと感じました。これらの機能を使うためにはパソコンにスペースウォーカーアプリが必須であり、これを起動する必要があります。良くも悪くもスペースウォーカーアプリが必須であり、アプリを起動するって時点で手間なんですよね。スペースウォーカーでできるからといっても私は仕事では使いたくないのが本音です。ビチュアプロはケーブルが右側から出てるので MacBook Air といった左側にのみ USB-C 端子がある PC とも相性が悪い。対する X Real 1は左側からケーブルが出てるし、X Real 1が単体で 3DOF に対応したってのも大きいと思います。そもそも XR グラスでは視野角に難があるし、解像度が低い時点で文字を追う作業は非常に疲れますからね。解像度もフル HD で固定なわけで、解像度と画面サイズのバランスが最重要というのは前回のスーパーウルトラワイドの動画で申し上げた通りです。ビチュアプロでも X Real 1でもウルトラワイドディスプレイって使えるんですけど、作業領域を広くすればするほどディスプレイの一部分しか見えなくなる。双眼鏡で覗いているような感覚になってしまうのです。ただ勘違いしてはいけないのは、エンタメでは解像感は気にならないし、疲労感も全然違います。動画視聴は文字を追う必要もなく、表示される文字サイズも異なるのです。映像を見るテレビと文字を追うモニターでは設置する距離も変わってきますよね。XR グラスはどちらかといえばテレビやプロジェクターに近い。何にせよあんまり長時間作業するもんでもないとも思っています。はい、続いてのデメリット。ネックバンドのスペックが低く、このネックバンドの使い方が非常にわかりづらく、使うまでにだいぶ難儀しました。ビチュアのネックバンドは Android OS を搭載していますが、Android スマホに比べてしまうとスペックは低く、何でもできるかといえばそんなことはありません。例えば PS リモートや Steam Link、Moonlight といったストリーミングゲーミングや Xbox クラウドゲーミングや GeForce Now といったクラウドゲーミングにも対応しているのですが、ネックバンドの処理スペックが低いので快適にプレイできるかといえば難しいのです。Wi-Fi も Wi-Fi 5までの対応であり、実際の通信速度も速くありませんでした。だったら処理スペックが高いスマホや Steam Deck で起動して、これにビチュアプロを接続するかなと。
さらにネックバンドには CPU やバッテリー、Wi-Fi モジュールも詰まっているので、負荷をかけるほどに熱がこもり、ファンも回ってしまいます。ファンの音は気になるほどではないんですけれども、気にされるのは嫌だから私なら外では使いません。ネックバンドのバッテリー容量も2、3時間程度で切れてしまうから、長編映画を見切れない場合もあるし、毎度充電する手間もある。使うとしてもあんまり複雑なことはやらない方が良いし、私も動画専用機として使ってますからね。ちなみに海外ではビチュアプロネックバンドなる新型がすでに出てて、処理性能もだいぶ上がってます。Wi-Fi 6E にも対応してるので、今から買うなら新しいネックバンドを待った方が良いし、私も新しいネックバンドに期待しているのでした。はい、続いてのデメリット。ビチュアというメーカーは新興メーカーゆえに情報が非常に少ないです。公式サイトを見てもよくわからないし、オプション製品も何を買ったらどうなるのかってイメージできない人が多いと思う。私もその一人。英語圏の情報を頼りにドック、ネックバンドと使ってようやくこの活用方法が理解できましたからね。ハード自体は悪くないんだけど使い方がよくわからないし、問題があった時にどうしたら良いのか。日本ではユーザーも少なく、日本でのサポートも手薄なんです。そして公式サイトやマニュアルを漁ってもちゃんと解説されてない機能があったりもする。かくいう私は最初ちょっと映像がいまいちだなって思ってたことがありまして、同交換距離を合わせたらバッチバチに綺麗に見えるようになったんですよね。色味もなんかちょっと黄色っぽいなって思ってたんですけど、色味が調整できることに気づいて使うことが増えた次第です。そんな調整ができるなんてマニュアルには書いてなかったと思うし、少なくとも私は見つけられずに数ヶ月使い続けましたからね。この辺のところは X リアルも通ってきた道だとは思うんですけど、X リアルの方が歴史も長くユーザー数も多くて情報が見つかりやすい。より新しいメーカーゆえに情報が少ないのは致し方ないかなと。いずれにせよファームウェアの更新で別物になったりもするので、公式サイトの情報だけでなくファームウェアの更新情報をチェックすることをお勧めします。概要欄にはリンクも貼っておきたいと思いますが、同交換距離の微調整は短いバーを3回押し、色味の調整は長いバーを長押し、音量調整は2回押しで切り替えってことぐらいは覚えておきたいのでした。はい、最後に X Real 1との違いをさっくりと。私は X Real 1も発売日に購入して使っておりますので、両方使ってみてどう感じたかって話ですね。まずはスペック比較から。どちらもフル HD 解像度で視野角と輝度あたりが異なってますが、視野角の違いは正直わかりづらく、明るさも600ニットで十分だなと感じています。どちらも重さは 780g と大差なく、着用感の違いも私はあんまりわからないですね。X Real 1の本体価格は 69,800 円。対するビチュアプロは 74,800 円と5000円ほど高額になってますが、その分ビチュアプロの方が全体的に質感は高いです。そして度数補正ダイヤルがあるのもビチュアプロの大きなポイントかなと。使用感での大きな違いは専用アプリを使うかどうか。X リアルはネビュラアプリを使わない方向となっており、X1 チップを積むことで 3DOF による空間固定やブレ防止機能が単体で使えるようになりました。接続してすぐ使えるってのも魅力かなと。一方、ビチュアプロは専用アプリ、スペースウォーカーでの柔軟な操作性が売り。オプション製品も豊富でネックバンドを使えば単独で動作もするし、専用ドックでスイッチや HDMI 機器も映像出力できたりもする。で、やっぱり気になるのは画質だと思うんですけど、これは正直どちらも甲乙つけがたいです。私の身の回りの人も含め検証してもらったんですけど、意見はやっぱり分かれましたし、どちらも思ってたよりも綺麗という結論でした。個人的に違うと感じるのが主に色味ですね。ビチュアプロの方が色が乗ってる感じがあって、X Real 1の方が良くも悪くもフラットな色味。ビチュアプロの方でも色の調整ができるので、この辺は何ともなのですが、PC 作業やブラウザ閲覧では X Real 1の方が見やすい気がしています。ただ目が悪い人は度数調整ができるビチュアプロの方が優位であり、やはり裸眼で視聴できることは大きなアドバンテージだとも感じています。映画やゲームといったエンタメ用途ではほんとどっちも綺麗なので、いろいろと検証しているうちに途中でわからなくなったってのが現実。この辺は正直好みの問題でしょう。音質はビチュアプロがハーマンのスピーカーで、X Real 1が Bose とどちらも高音質を歌っているんですけど、これは X Real 1の方が低音も効いていて音がよく聞こえました。ただイヤホンをしてしまうことも多いのでこの辺は何とも。結局のところ価格次第というのは言うまでもなく、ビチュアプロも X Real 1もモバイルモニターに比べたら高額であり、5000円の差は誤差の範囲かなと。
ビチュアプロは専用ドックが魅力とはいえ、このドックに追加で2万円を出せる人もなかなかでしょう。そもそもこの金額を出すならメタクエスト3も選択肢に入りますからね。VR と比較するのはナンセンスってのは最初に申し上げた通りなんですけど、メタクエスト3のコスパは高いですからね。こっちはこっちで結構感動するとも思う。使う人とデバイスの相性も結構関わってきますので、できることなら試せる場所で試してみてから判断してほしい。私の感覚がずれてるってことももちろんありますし、なんなら感想を教えてほしい。私の目はすでに劣化し始めてますからね。検証するために XR グラスも試しすぎちゃって、今も目がしょぼしょぼしちゃってるのでした。はい、最後にまとめです。ビチュアプロも X リアル1も XR グラスとしては最高峰のスペックであり、エンタメデバイスとしての機能は十分にあるということ。ただ XR グラスはあくまでモバイルディスプレイの代替品。結局のところ7、8万円のディスプレイとして価値を感じるかってところになるんじゃないかなと。個人的にはビチュアプロの拡張性も面白いなと思っているし、私の場合この未来感に強く惹かれてしまうんですよね。ビチュアプロは質感も良く、ケーブルもスマートに脱着できる。X リアルとはまた違ったデバイスであることも間違いないので、XR グラスの一つの選択肢として検討する価値は十分にあるのではないかなと思いました。あとはもうちょっと安くなってくれれば嬉しいんですけどね。というわけで今回はこの辺でおしまい。